こんにちは。絵を描いて暮らしています阿部義俊と申します。今日は情報に振り回されないためにということについてちょっと話をしてみようと思います。先日 DJI というそのカメラのメーカーからポケット3っていう小型の1インチセンサーを積んだカメラが発表になって、先日それがもうそのいろんなところでその情報をかき集めていたらどんどん欲しくなってしまって、もやもやするっていう動画を撮ってみたりしたんですけど、その前にも僕は iPhone 15 Pro Max が欲しくなって今13 Pro Max を使っているにもかかわらず欲しくなってしまって、またそのモヤモヤする愚痴みたいな動画を撮ったことがありましたけど、なんでそうなっちゃうのかっていうと、基本的には情報の取りすぎと情報の偏りみたいなものがあるんだろうと。エコーチェンバーっていうその言葉があって、今の SNS とかYouTube みたいな情報プラットフォームみたいなところで、特に僕は仕事中に YouTube をだらっとかけっぱなしにして次々と YouTube のというか Google の AI が選んだおすすめの動画を、表示しては今度その関連動画が表示されてっていうのをだらっと流しっぱなしにしながら仕事をしていることが多くて、でそんな中でこの間で言えばiPhone 15 Pro Max、 Apple の製品もうめちゃくちゃ話題になって YouTuber の人たちも再生数が回るんで、その話をみんなするじゃないですか。とみんなその iPhone が出るぞ買うぞみたいになって、例えばノーマルのモデルとプロモデルを買いますとか、もう全種類買いますみたいな話をしてる人がもう僕の YouTube のチャンネル勝手につけっぱなしにしておくとおすすめっていうか、その関連動画で流れてくるやつが、その時期はiPhone の話一色とまでは言わないけどばっかりになったりして、でその中でもうみんなが次々と僕も買いますって言って、もうその2台買いますとか4台買いますみたいな人たちがいっぱいいて、もう発売初日に3億台ぐらい売れそうだなみたいな、日本だけでみたいなことを思ったりして、でも実際にはそんなにめちゃくちゃではないじゃないですか。でその時自分はこう買わないと本当に情報に取り残されていくんじゃないかみたいな気持ちになったりして、すごく取り残される感が強いわけですよね。でも結局iPhone 15 Pro Max に関しては買わなかったんですよ。一回予約したんだけど、それもちょっとキャンセルしたりして、で冷静になってみて、発売からしばらく経ってその YouTube とかでももうその iPhone 15の話題が一段落して、今度31日にまた新製品が出るぞって言って、新しい M3 の Mac じゃとかiPad も出るんじゃないかみたいな情報が来て、また大変なんですけど、でも15 Pro Max の話題が落ち着いてみると、もう全く冷静になってみるとあんまり欲しくねえなってことに気がついたりして、自分の生活の中ですごい15 Pro Max が必要かというと、自分が持ってるのがもっと4年5年前のモデルだったら買い替えたらすごい進化を感じられて、多分生活の質が上がるぐらい変化があると思うんですよ。でも13 Pro Max を使っていて僕は不便に感じることが何一つないという状態なんで、ここで20万近い、これをリセールバリューが高いんで、例えばその10万前後ぐらいで売れたとして、10万ちょっとぐらいでかなりの金額じゃないですか。で15 Pro Max を買ったとして、じゃあそれに見合うだけの何か達成感というか満足感みたいなものがあるかって言ったら別にそれほどないような気がするんですよ。もしかしたら買ってみたら、例えば望遠のレンズがもうすごいみたいなのがあるのかもしれないけど、でも今のところ冷静になってみると望遠をそんなに使うかっていうか、冷静に考えてみるとこの3倍の普通のズームの方が、利用頻度高いんじゃないか。運動会みたいな場面ですごい使うかもと思ったけど、運動会だったらもっとちゃんとしたカメラでちゃんとした望遠のレンズで撮りたいじゃないですか。 iPhone で俺は普通の人は全然カメラが趣味じゃない人はすごいいいと思うんだけど、俺はそういう意味ではちょうどセンサーが小さいんで、こいつにすげえ性能を積んできても結局撮れる絵にたかが知れてはいないんだよね。ほんと綺麗なんだけど、でもそんなに大騒ぎすることじゃないような気がしてきて、で冷静になってみるとあまり欲しくないということに気づいたわけですよ。でも次々と発売前のあたりのみんな YouTube、 自分が YouTube を流しっぱなしにするのが良くないんだと思うんだけど、でもみんなもう買いますこれはすごい絶対に買わないとみたいなことを言ってるのを見ると、やっぱり自分の考えの軸がブレてくるわけですよ。でそれがエコーチェンバーという現象で、この iPhone とかだったら別に構わないと思うんだけど、それが例えば何かの思想であるとか、政治的な心情であるとかみたいなものみたいなところも、ある特定の政治派閥みたいなものの例えば情報ばかりを見ていると YouTube この人はこういうのが好きなんだって言って、今度情報ばかりをお勧めしてくるじゃないですか。そうするとそっちの方にどんどん最初は例えば自分の考え方がちょっと例えば
保守とリベラルみたいな、どっちが右でどっちが左なのか一生分かんなくなるけど、にどっちかに触れていたとすると、そっちの情報を YouTube これが好きなんですねって言ってドーッと送ってきて、それをずっと見ていくと何か特定のものがすごい正しいような気がしてきちゃったりするじゃないですか。そういうのに本当に気をつけなきゃいけなくて、自分のその考えの軸をぶらさないためにも、その YouTube なりその SNS とかのおすすめに頼りすぎずに、例えば逆向きの情報をちょっと摂取してみるとかね。iPhone iPhone に関して言うと、アップル信者1億人創出計画さんか、冷静になれよみたいな軸で、情報発信されている YouTuber の方とかがいたりして、そういうのはちょっと、自分の中で客観的になるきっかけになったりして、ちょっとありがたかったりしたんだけど。で、そんで今この間っていうか、今まさに今日か DJI のポケット3っていうその1インチセンサーのカメラが発売になって、こいつが Vlog カムとしては細長いスティック状のカメラでジンバルがついていて、だから持って歩いたら手ぶれ補正がものすごい強力で、画面がブレずに歩いていてもその滑らかに移動する動画が撮れたりとか、水平もきちっと維持してくれて、1インチセンサーで画質的にも非常にレベルが高いというか画質が高くて、さらに言うと、例えば動けばそのフェイストラッキングモードみたいなもので自分の顔に追尾してくれるモードがついていたり、スローモーションがついていたり、タイムラプスが撮れたりとか、あと何があったかな、何か面白い画面がスピンするような映像が撮れてみたりとか、面白い映像が撮れたりするらしいんですよ。そんなのがあって、で DJI Pocket 3に関して言うと、ちょっといろんな付属品のついてるクリエイターズコンボか、ちょっと値段の高いそのパッケージがあって、そっちだと DJI Mic 2っていう新型のそのワイヤレスのマイクがついてきて、でそれが32ビットフロートで電源を入れさえすればすぐにカメラと接続して32ビットフローで、ピンマイクとして使えて音が取れて、でカメラを使ってない時でも単体の32ビットフロートが使えるマイクとして使えるんで、例えば僕が今使ってるこの、昨日も説明しちゃったんでちょっと話重複しちゃうけど、Zoom の F2 みたいなものと多分同じような使い方ができる。もしそれがあれば、これがいらなくなる、この有線の煩わしいのがなくなるわけですよ。これ結構どっかに引っ掛けちゃうことが多くて困ってたわけですよ。でだからめちゃくちゃ欲しいわけじゃないですか。でもだからそこで YouTuber の人たちから最初に、だから僕は DJI ポケット3の情報をたまたま見た時に、やっぱりすげえな、今言ったみたいな説明、1インチセンサーでいろんな機能がついて、画質も高くてジンバルがついていて、マイクの性能がめちゃくちゃ上がっていて、 DJI マイク2を使わなくても本体側にも3つマイクがついていて、手前側自分の声を中心に取る、自分の声はあまり入らず相手側のものを取るとか、あるいは周辺全体を取るとか、いくつかのモードを切り分けることとかもできたりとか、あとは低照度モードっていって暗所の性能がめちゃくちゃ上がっていて、こっちの今僕が使っているパワーショット V10 も1インチなんで暗所は多少強いんだけど、でもこれはそれほど暗所が画期的に強いということじゃなくて、むしろ iPhone の方が綺麗な時もあったりして、それに比べてポケット3になると暗所の時にびっくりするぐらい明るい綺麗な映像が撮れたりして、そういうことも含めてポケット3の動画を最初に見た時に、そこから関連動画で次々と何も押さないと次々と関連動画が、流れてくるじゃないですか。そうするとやっぱみんな DJI ポケット3がすごいぞって話になっていて、で昨日の朝かなんかに、予約開始日の朝かにプロモーションとしてたくさんの YouTuber の人にDJI がカメラを配っていて、貸してるだけなのか差し上げてるのかちょっと分かんないけども、貸してるだけなのかな。で、僕が普段見ているカメラ関係の YouTuber の人たちが軒並みもうポケット3を今まで使わせてもらっていましたみたいなので、きちんと凝った動画を撮っていて、みんなで一斉にプロモーションを開始していて、ものすごい勢いでだから情報がなだれ込んでくるわけですよ。でみんながもうこれは素晴らしいカメラだ、ゲームチェンジャーだ、さっき僕が言ったみたいに、だからものすごい性能で今までのものとはちょっと一線を画するような、性能のものなんだ、すごいぞって言って、もう絶対買いますとか、今年の派遣カメラだみたいなことをみんながブワーって言っていて、それを見ているともうこれは買わないとダメだみたいな気持ちになってくるじゃないですか。本当に
そうだな、なんか否定的な意見を一個も見ないような感じで、全員がこれはもうすごいぞみたいになっていて、そんなにと思って、で実際にやっぱスペックを見てみるとまさに僕が求めていたもので、僕はずっとパワーショット V10 で手帳の手元撮影を、一番こういうコンパクトなカメラでやりたくて、ここにあるこのモフトの七変化マルチスタンドってやつをこういうのをさっと取り出してここに置いて、こいつはスタンドがついてるんでここにカチャッと置くとちょうどその真上から見下ろす形でその手帳の手元撮影ができて、でこんなのコンパクトだからさっと持ち歩けるじゃないですか。ですごく便利に使っていて、で色味とかいろんなところで自分の好みに合う部分が多くて、自分のその生活とか使いたい目的にはかなりぴったりと合致するカメラなんですよね。それで愛用していたわけですけど、いくつかやっぱり欠点があって、一番の、問題はこいつはその 4K の60フレームが撮れない。で 4K の30フレームも連続では15分ぐらいしか撮れない。でフル HD だと60フレームが撮れるんで、とりあえず僕はフル HD の60フレームで撮影していたわけですけど、でもやっぱりちょっと画質的には荒くなっちゃうんで、なんとか 4K の60フレームで撮れたらなと思ってたんですよ。それがその DJI のポケット3になってみたら、4K の60フレームが、長時間ちゃんと撮れるわけですよ。でそのクリエイターズコンボの方を見てみたらバッテリーパックとかもついて長時間の撮影もできるし、で、いろいろ調べたんだけど、一番気になったのはそのポケット3は最短撮影距離が20センチで、こいつは5センチまで寄れるんですよ。だからこいつはどうやってもちゃんと手帳にピントがあって、その辺をあんまり心配する必要はなかったんだけど、ポケット3の方は20センチなんで、本体のカメラ自体はそんな20センチも高さがないから、何かで高さをかさ増ししないと20センチの高さから真下を見下ろすように撮影することはできないなと思ってたんだけど、それがそのクリエイターズコンボの方にはバッテリーパックっていうのがついていて、バッテリーが本体のグリップの下のところにこう長い棒としてついて、その下にミニ三脚をつけるとちょうど多分1、2センチになるんですよ。それまさに自分が見下ろして手帳を取るのにそのぴったりのちょうどピントが合う高さで。ってなってくると、なんだろう調べれば調べるほどもう買わなきゃいけないみたいになるじゃないですか。だけどここで冷静になって考えるわけですよ。でも本当にそれが必要なのかっていうことをで考えた結果、あのあのあのうん買っちゃった。だから俺が言いたいのは、確かにエコーチェンバーみたいな話はあるじゃないですか。そこでやっぱり次から次へとその YouTuber の人たちの絶対買いますとか、もうこれはもう何も考えずに買うべきですよとか、サンプルで使わせてもらったけどこれはもう絶対買いますとか、もう今年の派遣カメラだとか、もうみんなが言ってるのを見てそれに惑わされるんじゃなくて、冷静に考えて俺は買ったんだっていうことです。決して何か負けたわけじゃない。なんだろう、すごくパワーショット V10 は僕は本当に愛用していて、これでだからこういうのをいろんなそのアイテムを使ってその手帳の手元撮影を上手にできるようにいろんな工夫をして、まさに自分のベスト環境というか最適な使い方を編み出したわけですよ。それも含めてすごい愛着があって、ちょっと性能が高いの出たからってすぐに買い替えるのはどうかなと思ったんだけど、その客観的に見るとこいつを買うとこれ手放しても良くなるじゃないですか。これもすごい大きいし、これは32ビットフロートのすごい高音質で、撮れるいいマイクで、これ自体はその不満はないんだけど、僕はもううっかりするんで、この有線のケーブルがあると本当にいろんなところにケーブル引っ掛けてガシャンってなるんですよ。なんとかワイヤレスにしたくて。ただこいつがそのまさに32ビットフロートで今こうやっていて、でさらにこいつはクリップだけじゃなくて今こうやってるみたいに磁石でこういうポケットとかがない服でも簡単にパチッとつけられて、でこのウィンドジャマーもこいつのこのラペリアマイクはこの風防が何かあるためにポロポロ取れて、それも困ってたんだけど、そういうのもあれだし、でこれのちょっと困るところは水平取るのが難しいところだったんだけど、こいつはジンバルついてるんで水平も難なく取ってくれるし、で暗い喫茶店の中でちょっとノイズが入るんだよなっていうのもこういう低照度モードがついてますけどみたいな、もっと言うとだからそのタイムラプスみたいなもので例えばその長い絵を描くところを撮るのもできるだろうし、逆になんかそのスローモーションを使いたい場面もちょっとあるだろうし、いやーもうでちょっと今まだ使い始めてほんの1、2時間なんで全然これから感想は言うんですけど、
でもここまで使ってちょっと使っただけでも練り込まれてるし、なんかね今年の派遣カメラですよ。やばい。これはなんかこう言うとなんかすごい洗脳されてるみたいだけど、俺がその YouTube の情報のエコーチェンバーにやられてどうにかなってるみたいに聞こえちゃうかもしれないけど、そうじゃなくてやっぱり冷静に考えてみてもポケット3は確かにすげえカメラですよ。暗所性能とかもちょっとびっくりしたし、ジンバルも本当によくできてるし、このマイクとかも、だからこいつのその受信機がカメラの本体に入ってるから余計なこと何もする必要はないんですよ。で最短撮影距離が20センチっていうのはどうなんだろうと思ったら、このバッテリーパックをつけると、でミニ三脚をつけるとちょうど21、2センチになって、手帳の厚みも含めて多分ギリピントがピシャッと合う高さなんですよ。すげえ俺のようなこの手帳の手元撮影がしたいみたいなマイナーな用途の人にまでピタッとくる使い勝手の良さというか、ちょっとまだ 1,2 時間なんでこれからなんか不満が出るかもしれないけど、今使ってるところではもうただただびっくりするというか感心するばかりですね。その悔しいけども、悔しいっていうかいいんだけどさ、買ったんですから。でもだから僕はまだちょっとこのパワーショット V10 の方にすごく愛着があって、なんか形とかも好きだったりしてなんか未練があるんですよ。でもまあそうだな、これからの自分のメインのもちろんこっちにあるでかいミラーレスとか、ここにもシグマ FP とかもあるし、シグマ FP は上から見下ろして大きなちゃんとしたイラストを撮影する時とかをメインにやってったり、あとは万年筆撮ったりとかに使っていくんですけど、なんかこうやってちょっとだらっと喋るとかはこれでもう決まりかな。でパワーショット V10 プロフル HD だったけど、こっちは 4K で60フレームで撮れて、撮ろうと思ったら120フレームのスローモーションも撮れて、さっきスローモーションでちょっとコップに水ザバッと入れるとこ撮ったりしたんだけど、すんごい綺麗で、いやすごいものが出ましたよ、確かに。で今確かに7万円7万4,000円、クリエイターズコンバだと9万6,800円かするんで、安いものではないんでなかなかホイホイとおすすめはできないですけど、ちょっと僕が今喋ってるみたいなこういう動画をちょっと撮りたいとか、日常生活を撮りたいとか、旅行で何か撮りたいとか、僕の趣味みたいに手帳の手元撮影がやりたいとか、あらゆる場面で最適解が出たというか、ベストのカメラになると思いますね。自分を撮ってもいいし、自分で手で持って風景みたいなものを撮ってもいいし、コンパクトだし。ということで情報に振り回されずに俺は、DJI のポケット3を買ったんですっていう、言い訳をしたくてまた撮ってしまいました。でも実際のところちょっとさっきのその話真面目にすると、本当に YouTube なりあらゆる SNS なりで必ず今は AI がおすすめをってやっていくうちに、どんどん自分の考えが一方向にダーッと引きずられていくんで、実際に僕だって例えばiPhone 15 Pro Max とか今こうして冷静に見ると必要なかったんですよ。だけどやっぱり直前のとこで毎日みんなが買いますとか買いましたという動画を見ていると、なんか買わないのがすごい取り残されていく感じがして、焦る気持ちみたいなものは確かにありましたよ。みたいなところで、こっちは本当に仕事に必要なんで、自分のやりたいことにまさに必要なものだったんで買いましたが、そのあたりだから自分の考えをぶらされないように気をつけて情報と付き合っていかないといけないなと思いました。というわけで、僕という絵描きに関してはこれが必要だったということです。あっていう話をして文句なしって言おうと思ったけど、熱停止した 4K の60フレームで一回僕喋るの下手だったんで撮り直してるから、多分40分ぐらい連続で撮影したら熱停止した、あらどうしよう、機器が高温で録音再開できませんだって。そうか、あらちょっと待って、話を今閉めたところで閉まらなくなった。もっと情報を収集するべきだったってことなのかな。なんか結論が変わっちゃいましたけど、ちょっとこいつでじゃあ4K60 フレームでどのぐらい撮れるのかみたいなことを検証しつつ、また、しばらく僕にとってはだから自分の絵を描く仕事をしている中で必要な機材としてちょっと買ってみたんだけど、今度その仕事の使い方での最適解を探しつつ、今ちょっと熱停止しちゃったんで、最後にパワーショット V10 がすごい役に立ってくれてる、ありがとうっていう感じですね。ということでした。ありがとうございました。